どうですか YouTube 始めて YouTube 始めてと俺は別に特に変わらないけど、そうだね、結構周りの人はみんな見たよって言ってくれるからそれはいい。最近会わない友達とかもそう見たよって言ってくれるからそれいいなと思う。昨日の試合どう？昨日の試合そうだね2ラウンド半の半分ぐらいかでフィニッシュできたからよくて、ちょうどアップの時にボディやっててなんかいい感じに打てたからこれいけるかもって思って、長男さんとかジョージさんもボディいいって言ってくれたからいけるかもと思って最後入ってたら決められたって感じだった。よかった。相手1ラウンド目の終わりでさすねパックリだったじゃん。すね割れてたよどういう心境だったらいいじゃん。俺は最初はなんか気づいてなかったけど1ラウンド終わったぐらいからなんか血出てると思って、で俺の足見たら俺の足も赤く見えてけど最初相手の血がついたのかなと思ったら俺もちょっと切れてたけど今日はもう昨日の夜ちょっと痛かったから明日これ腫れて痛いかなと思ったけど意外とそうでもない。ちょっと血出たぐらいでそんな腫れてないかな。相手はそうだね、相手は痛そうだったね。めっちゃ今日映像見返したら結構カメラで映ったらパックリ割れてて絶対痛いだろうなと思ったあれ。そのまま続行だったね。続行だった。さすがにあれで止めないだろうなと思った。顔じゃないし、いつもはサウスポーで構えてるけど、練習では割といつもどっちもやってたけど試合だとやりやすいサウスポーの方でずっとやってたけど今回ちょっとオーソでやってみようっていう風にして練習でもオーソでやってる時の方が多かったぐらいかな。でそのままやって全然違和感なく、むしろ途中でサウスポーに2回ぐらい変えたけどなんかちょっとオーソの方があまりやりやすい、当然それでイメージして練習してきてるからその作戦もすごいハマったし、ジャブとカーフで削り続けるっていうのもできたから、そこは作戦通りある程度できたかなっていう感じだった。でそうだね、相手のカーフはカットできたけど蹴りミドルとかちょっともらっちゃったからそこは反省点だね。あと組もうちょっと早い段階で離れてもっとパンチで削るようにできたらよかったかな。最初距離離れてるところでジャブ当てれたのがすごい良かったから、もっと距離詰めたところ際いいところで相手のパンチ見切ってもうちょっと手数増やせたらもっとなんかバリエーションになること試せたかなって今となって思うけど、またこれから練習してって感じだね。結構右ジャブ入ってるよね。左の、左のジャブ入ってた。実況の人伸びますね。あと1ラウンド終盤とか長男さんとかそのケージ際で組むのって、でも付き合わなくていいよって思うんですよ。友人的にはどういう頭の中結構力強かったの？いや思ったほどではなかった。なんか押し込まれちゃったら結構テイクされちゃうかなって思ったけど1ラウンドの最初だけちょっと四つで危なかったけど他は特に危機感もなくできたけど、コテン巻かれてたのを外してもっと際で殴ったり相手がそれを防いだ隙に離れたりできたらよかったけどちょっと組になりすぎてたかなっていう感じはあるかな。最後のボディーブローはめっちゃ相手効いてて、なんかその前に組んでる時に膝やれって言われて膝やったら相手がうーって声聞こえたからこれいけるかもしれないと思って離れてジャブボディで殴ったらすぐ倒れてくれたからいけると思って、審判もすぐ止めてくれたからさすがに相手も折れてたと思う。あそこは結構ジャブとか当ててたから
引いてくれるかなと思ったけど、結構やっぱ頑張って出てきてたから、その気持ちの強さは感じた。あと試合、川ちゃんね。2個前の試合ね。川ちゃんの相手もね、なかなかでもそうだね、川ちゃんの相手確か 6勝0敗とかで1個引き分けあったかなぐらいだったけど、そう川ちゃんの相手はなんか強いなって感じて、構えのバランスとかも良かったし、川ちゃんもちょっとパンチ効かされたって言ってたから。でもあそこからっつうか1ラウンド目後半ぐらいから結構汚い感じのシチュエーションに持ってって、川ちゃんああいうのぐちゃぐちゃっとしたところで最終的に有利になるの得意だから、3ラウンドの一番きついところで最後テイクダウンも取れたし、それはめっちゃ良かった。見てるだけで疲れたけどユージで前から俺はちょっと微妙だったなっていう話と、まあ相手がいるか分かんないけど、またシュートでやるときはよろしくお願いしますみたいな感じだった。まあもう次の試合は TTF 出るって決まってるから、ほぼ相手は決まってないけど、もうそれに向けて準備するっていう感じかな。じゃあ次 TTF の話でいきましょう。 TTF 俺は出んの初めてで、今回見るのは一番最初ライブで見てたのはちょうどコロナの時かな。2020年でもう夏ぐらいだったかな。誰も国内何もイベントやってません、まあ、国内だけじゃなくて多分ほぼ世界的にやってない状況の中で長男さんがTTF やってくれて、それでトライブの選手とかいつも自分が一緒に練習している岩崎さんとか、その時はまだ練習してなかったけど、俺はまだプロにもなってなかったから、その時っていうかアマチュアの、MMA の試合をまずアマチュアでもしたことなかったから、その時に TTF 見て、で同い年の川ちゃんとカリちゃんは試合してた、そこで。だからその2人とか見てて、いいな、こういう舞台があるのと思ってて、でその後大阪で TTF やった時に2021年だったかな、多分その時カリちゃんとジョージさんと工藤さん出たんだけど、その3人の試合を大阪に行って見てて、それでも結構刺激受けて、今回自分が出られるっていうのはやっぱすごい嬉しい。そうだね、 TTF そう自分が出るのは初めてだけど、もうトライブの選手多分ほぼみんな出てきてると思うし、それこそ自分の先輩とかは大越さんとか清水さんとか大先輩とか、それこそ長男さんももちろんそうだけどがやってきてるから、そこで戦えるっていうのはすごい嬉しい。しかも練馬でやるっていうから、ずっと、ね、生まれたのも練馬で、ずっと練馬で育ってきたから、そこでできるのは超嬉しい。そうだね、前にキルクリフに行ったのが、去年の2023年の2月の終わりから5月後半までで、最後に試合して、その後すぐ帰ってきて、2ヶ月と3週間ぐらいだったかな、ほぼ3ヶ月いて、そうだね、すごいいろんなこと勉強になったし、で本当はもうちょっと早く行く予定だったけど、ちょうど自分にたくさん試合が転がり込んできたタイミングだったから、まあ、もちろんそっちの方優先して、で今回いい感じにタイミングがあったから、合わせられたから、また行ってみよう。その TTF の試合のキャンプとして行くことになって、今回はまあすごい楽しみだね。今回はどれくらいの2ヶ月、約2ヶ月、若干短いと思うけど、2ヶ月より行く予定。
前回そうだね最初1ヶ月慣れるのすごい時間かかって、もちろん生活もだけど、英語はまあ そんなに問題なかったけど、慣れるのに時間がかかったのと、結構やっぱ向こうのレベルの高さを感じたから、それこそアメリカでもトップのチームで USC の選手とかベラトル PFL の選手とかもたくさんいて、その中で結構揉まれて、最初1ヶ月はついていくのに必死だった感じが強いから、後半はいい感じに乗れてきたんだけど、そうだね、今回はもっと自分のそれの後の成長とか、レスリングも始めたし、もちろん大域でも MMA 全体でできることとかクオリティは上がったと思うから、それをガンガン試していきたいかな。今回の方が入れる時間は短いし、この人は楽しみだな。まあでもみんな楽しみ。オングとかアウンラウさんとかは本当に一番お世話になってたぐらいだし、いつも休日はうち来いよって言って日曜日一緒に教会行ったり、その後オングの家でバーベキューしたりみたいな感じでやってたから、また会えるのが楽しみじゃないかな。来ててなんか2、3回あったよ。2、3回あって早く戻ってこい、早く何してるんだいつ今回はファイターズハウスみたいな、前はオングとミャンマーティル、今回は前はそのティルの家に高橋さんと優作君も住んでたんだけど、日本人。今高橋さんがもっとキルクリフに結構近い場所、歩いても行けるぐらいのところに家を借りたらしく、そこに優作君もいて、そっちの方が自分も近いからそっちに行こうかなっていう感じになってる。楽しみなご飯楽しみなご飯はないご飯楽しみなご飯でもサンドイッチなんだっけな、なんかフロリダのサンドイッチ屋みたいなのがあって、いやタコスじゃなくて、それはなんか美味しかった記憶ある。それはまあ日本だとないから、なかなか、しかもこうフランスパンぐらいの1個のやつに肉がもうぎっしり入っててみたいな、ザ・アメリカンみたいな感じのあれはいいと思った。あとそうだね、フロリダだからキューバ料理とかそっちの中南米系の人も多くて、そっちの料理も多いから、そういうのも食べたいな。そういうのは楽しみ。あとベトナム料理だね。タイ料理の店はあんま見た記憶ないけど、ベトナム料理屋はめっちゃあった。逆に日本と逆かもしれない。フォー、そう、どこでもフォーあった。ヘンリーさん昨日インスタでメッセージ来たから行くよって言って、Can't wait って送られてきた。Me too って送ってて、ワニ前回は1回も見てない。イグアナはめっちゃいた。高速道路でめっちゃ引き殺されてた。イグアナ超でかい。イグアナとか小さいトカゲはたくさんいたけど、あとヘビも見なかったな。俺はたくさんいる。頑張ってるホテルどういうことトラックの中にね、荷物の中におっさんが裸でなんかブレーキ取ったら落ちてくるの多分ある。あとなんだっけ、野生の鶏ね、駐車場にいた
普通にニワトリ歩いてる。充電切れた。勝手に消えんの充電。多分そうこのニワトリだったらこんな感じで A few moments later. え、なんてプレス始まります、ね、考えたことない。前はペロ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 って出てきたけど、今だとなんか言い回しとか結構さ、10周年目にして10回目。あ、10回目なの。あれよし、どんぐらい2週間ぐらいだっけいたの。あれでも試合の週だよね、もう。そう、試合の試合から数えて10日前。あ、そうで試合の後2日に超端っこに持ってるところまでインディアン持ってるめっちゃ酔っ払ってる人いたわ。ホテルの廊下で、ね、インディアンのおっちゃんが昼からぐでんぐでんに酔っ払ってほぼぶっ倒れてた。ネイティブアメリカの人は安いのかな、料金あげるこれ安そうだよね。アメリカの闇を見た。先に溺れてしまうインディアンヘミングウェイの小説でも出てきた。老人と海じゃない、別のなんか短編みたいなやつで、どういう話だっけ。とりあえずみんなのインディアンが飲んだくれてる話だ。文明に触れてここ強化したいな、この人のね聞いてたいな。まあ全体的にだけど、そうだね、レスリングは最近できるようになってきたけど、レスリングだけとかになると MMA とはちょっと違うから、それを全部一つに合わせていきたい。キルクリフだったら結構ずっとそれやってきてるし、前回はレスリングも全然できない状態で行ったから結構ついていくのに苦労したけど、今は自分の学んだことと合わせて新しいものを作れると思うから、それをやりたいね。MMA のレスリング、MMA の組打撃と合わせたものをできるようにしたいね。Yeah? So let it look like one consistent rep between both men. Yeah? Go. 細分化されてる。このコーチはこの分野。あ、そうだね。今のユージの言うと。まあでも結構コーチも多分今多いから、もともと MMA の選手で今コーチになってる人もいれば、もともと MMA の選手でコーチやってる人もいれば、ヘンリーもそうやけど、ヘンリーはキックボクサーで今ヘッドコーチやってるけど、逆にレスリングやってて、グレッグとかは、こっちのキルグリフのコーチになってるし、もう一回そうだね、いろいろコーチによっていろいろ違う、いろんな人に聞けるっていうのはあるんですよ。みんな重量級の選手多いね。そうだ、はい、練馬育ちです。ユージがちっちゃいくらい。俺小さい方、だいたい練習なんか俺が行った時はすごい多かったから、軽量級と重量級に分かれて練習してて、ライトから下は軽量級だから、俺軽量級で練習してた。なかなか日本ない、日でかい人見てるけど。本だとでかいのはもうヘビー級だから、普通に2メートルぐらいある、俺も見上げるぐらい
ティーブでかっと思ってでかいのね。6月からまたキルクリフに行って2ヶ月ぐらいで、8月16日にある TTF の自分も試合出るから、そのファイトキャンプとして2ヶ月行ってきます。締めの一言、動画の締め全体の普段会ないけどな、締め言うようなこと、そうだね、まあファンに一ないそうだね、試合の応援、カメラ目線の方がいい、試合の応援ありがとうございました。まだまだ試合はしっかり勝ってよかったんですけど、まだまだ自分の中で課題も見つかったんで、いいところも見つかったし、それをまたこれからアメリカ行ってさらにいいもの持って帰ってきて、で TTF でまた8月16日爆発させるようにするんで、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。